メンバーが保存している写真フォルダーの中からお題に沿ったものを持ち寄って競うスマホ写真展を開催。今夜はいよいよ完結編。最優秀作品に選ばれるのは。続いてのテーマこちらです。あ、いいね。美味しそう。美味しそうは本当はこれだけでもやりたいぐらいだよね。確かに。まず来ましたよ。お取り寄せクイーン梅の美味しそういきましょう。こちら。船でウニを船でもうやっぱ乃木坂クラスになるとこうやって食ってんだ。いやもう本当にこれは私が写真集の撮影ですごい制限をしてた時に終わって仲のいい岩本と佐藤楓と坂口と大園が食べに行こうって連れてってくれて食べたウニです。これがもう忘れられなくて。そっか、体作るためにもう制限してはい、ご褒美で好きなものってことで食べたの。はい、だからもう本当に贅沢の一枚です。これはこれが写真集の表紙なの？だったらちょっと絞った意味ないですけど。団中じゃないんだけど。団中梅。いや、いいね。こういうメンバーとの関係も垣間見れていいね。そうそうそう。さあ続いて、ヨダから来ましたね。ヨダ大丈夫ない？美味しそうでヨダ。頼むぞヨダ。お、なにこれ？卵？これはゴンゾー？これは納豆卵かけちゃんじゃご飯です。これは一時期ハマってた朝ごはんです。いやいや、なんでこういうさ酒飲みのおじさんみたいな食い物が好きなの？これに馬刺しがプラスであれば最強。最強だな。ぜひやってみてください。これさ、みんなちゃんと朝ごはんとか食べてる？確かに。食べる子いる？朝ごはんちゃんと食べる人。かけやしも食べるのちゃんと？食べます。ご飯と、あと魚焼いたり。自分で？はい。偉いな。やっぱ朝とか食べないと。朝からもうすごいお腹空きますね。そうだね。駆け足とかなんかジャンプの主人公っぽいもんな。腹が減って力が出ねそれ孫悟空以外ない。井口も。はい、私ちっちゃい時から実家で金銀銅って言われてて。これ昔から言うよね。朝が要はちゃんと食べる人の方がいいっていう。そうそう。だから毎日作ってます。なんかうまそうだね、すごい。何作るの？今日は鶏胸肉とブロッコリーのバター醤油炒めとちゃんとそういうごの作って飯とお味噌汁。朝すごい何食べるかを寝る前に考えるのが好きですね。マジ？井口なんかあれじゃ朝起きたらさ着物着て割烹着着てから朝食作るの。マジで小料理はやってくんねえかな。俺は行くから。続いて田村の美味しそういきます。はい、こちら。バナナ。ちょっと待って、これ誰だ？これ架け橋です。架け橋。はい。架け橋が今じゃあんまりこういうわんぱくな姿を見せてくれないんですけど。わんぱく。わんぱくって何？一口でパクってこと？一口でパクのことだろそれは。わんぱくな姿をあんまり見せてくれないんですけど。ジャンプの主人公だから2本同時に食っちゃう。本当だ。すごく美味しそうに食べてて。何これ？これ覚えてる？架け橋。はい。私今大学2年生なんですけど、この時まだ高校1年生なんですね。なので端っこに毛布が映ってて、私が常に持ち歩いてた。机の上？そうです。で懐かしいなって思ってます。いやいや。やべえな。今大学生なのにその喋りやばいです。一気に聞いちゃったよこっちは。バナナの話をバナナマンが聞いてんだよ。毛布の話一個も聞いてない。すごい食欲旺盛でだったので、もういつも両手に食べ物を持ってました。両手で食べるってもうバカみたいなんだよ。本当ジャンプだ。本当だよ。もうこんな食べ方あんましてないね。もうしないですね、さすがに。わかるわかる。タバコとかも昔ね、調子に乗って2本いっぺんにとかやったことあるけど、それと一緒でしょ。ね、一緒だねやってること。な、それと一緒だよな、駆け足。それと一緒ですね。一緒じゃないから。一緒じゃないだろ。じゃあ続いていきましょうか。続いてのテーマがこちらになります。限界。やばいのかな。やばいのかな。さあこれはね、和田からの提供された写真がこちらです。限界。アスカちゃんなんですかね。はい。これは確かその12月ってやっぱ歌番組とかいっぱい稼働あるじゃないですか。大変だね。でプラスでいくちゃんの卒コンがあって、その卒コンの当日の裏ですね。当日のもう限界だったわけここは。もうやっぱ今年25、24か23か
2000だったら22。多分24なんですけ4ど、か20もう2を超えたぐらいから、もうちょっと動いたらもう息切れも動悸も嘘つけ。いやいや眠気も日々体が限界を迎えてて、これももう寝てますね、落ちちゃって。でライブが入るだけでも大変なのに、もう紅白だレコ大だなんだかんだとか。トップアイドルしょうがないよね。ありがとう。トップオブトップ。ね、よかったね。さあ続いて、来ましたよ。はい10万岩本から。10万岩本の行きましょう。限界お願いします。こちら。出た。寝てんのか。これもまたガバッと開いてんね。岩本。はい。これはアクチュアリーのワクチュアリ最近だね。超最近。 MV 撮影の合間なんですけど、アクチュアリーのダンスってただでさえすごい激しいので、一日中踊ってたんですよ、この日は。でもう話せないぐらい疲れちゃって。山下だよねあれ。そうです、隣は山下ですね。あれもう田舎のさバス停でさバス待ってるおばあちゃんなの。なんかね、2人とも足やっぱ開いちゃって。足開いたもうさ、もうちょっとだけ開かせて。アクチュアリーの A でしょあれ。A をやってんのね。じゃあもう許そうよこれ。じゃあ次いきますよ。はい秋元の限界。はい。ああ死んでる。これ井口。ごめんねフィンガーズクロストの撮影をしてる時に楽屋が一緒だったんですけど、気づいたらめっちゃ静かになってて、あれと思ったら口開いて寝てて。そうか。こういう寝顔の写真とかもさ、出されてもいいのと嫌なのあるじゃん。あるだろうね。これギリギリのやつじゃん。いやでも多分私いつも目開くので、多分これも本当はうっすら開いてるはずなんですけど、真夏はすごい優しいのでまだ許せるところから撮ってくれてるやつ。これは疲れてるね。なんかこう家のソファで寝てるお母さんみたいな。お仕事家事も頑張ってね。これ寝顔を撮られるパターンってのは多いよね。そうだね。まあ俺も日村さんも俺らも取り合う。取り合うというかね。俺が寝てるとすげえ日村さんと俺のやつを撮る。いっぱいあった。俺限界のやついっぱいあった俺。さあ続いて久保。久保からもらった限界こちら。ああ死んでる。2人いる。これは東京ドームのライブのリハの合間なんですけど、ふと合間見たらこれ下依田なんですけど、野田。上は吉田で、本当にこの状態で2人とも爆睡してたんですよ。てかこれ乗っかられて寝るの結構依田すごいな。苦しいじゃん。もう爆睡しててよだれ出てました。依田のよだれ。出るぞテロップで依田のよだれ。重くなかったのかね。まあでもあやちゃん多分軽いんで、歩いててもあーに乗っかられたら結布構団みたいな感じです。うわそうか。みたいなね。いやそうなの。吉田は潔癖だから地面で寝たくないからこの夜。いや迷惑だなこれ。亀だ亀こんなの。お前が言うな。意外と硬い。限界ちょっと内もある。うちあんの？は限界こちらです。い。やっぱねうちも立て込んでる時やっぱ寝ちゃうんですよ。これ MV やっぱ疲れたんだよ。何回も踊るから。これはアクチュアリーの時かな俺が。時だったな。参ったよこれ。これマジ野球少年だった頃だね日村さん。ね限界まだあんの限界2が。限界に。もう一個あるこちら。これだ。日村さんはね本当にズボンのケツが破れちゃう。俺ももう何回も日村さんのケツが破けんのとここのボタンがパーンって入ってる。何回も見てるけどプライベートでも仕事でもあんだから。お尻破れたことあんまないでしょみんな。ない？ないよね。俺も俺以外の人見たことないもん。続いてのお題いきますよ。続いてこちら。ビフォーアフター。ビフォーアフター。はいじゃあ久保。はい。ビフォーとアフターがあるのかな。じゃあビフォーからああそうだ。これ久保。これ私ですね。まだ0歳じゃんこれ。もまだそうですね。すごいちっちゃい時で、う産毛みたいな髪の毛が。髪が本当にすごくて、なんかいつもこういう寝癖じゃないですけど、昔の写真全部こんな感じなんで。目がでもこれ久保のまだ形ができてないね。そうだね。そうですね。これがビフォー。ビフォー。そうですね。アフターなんだどういうこと？そうそう。じゃあアフター。
髪が立ってるってこと？いやなんか初めてこんなすごい寝癖になってて、ていうかこれすごいな、起きたての顔よくこんな出してくれたな。確かにどこにも出したことないんですけど、びっくりして写真撮った時ですね。これでも前髪というか前髪の奥が立ってるから、うつ伏せよりさらにグググって立ってこうやって寝ないとさ。この日だけちゃんと乾かしたのにすんごいことになってて、俺ヘアビューティー久保がね、やめてください、もういいです。やっぱ起きたても髪綺麗ですね。いや綺麗本当綺麗ですねえ。さあじゃあ続いてのビフォーアフター。はい、梅のビフォー。ビフォー。これこれ梅？これ私です。いや何歳ぐらいこれ？これ多分2歳ぐらい。2歳？いや嘘だろ。大きくない？これもう160ぐらいある。そこからあんま伸びなかったんだね。可愛いじゃん。ビフォーアフターは何でしょうね。これはこれ参ったわ。これもう4年前ぐらいやば。なんですけど。乃木坂入ってからこれ。入りました。入る前のバリバリの時じゃないの。そうもう加入後で坂口と一緒に撮ってる。これ坂口なの。そうです。加工されてんのか。そうです。久しぶりに撮って、で髪も明るいしなんかめちゃめちゃギャルな写真やるだと思ってびっくりして結構。いやこれ出ても梅だってわかんないかわかんないですよね。加工がすごすぎて。でも本物の方がいいよ。ちょっと待って、日村さん何その謎のさっきからその飲み屋の隣の隣ぐらいのおじさん。そっちの方がいいよ。俺はそう思うんだよ。めんどくせえおじさんが横の横ぐらい。さあ続いてヨダ。おい大丈夫かよな。大丈夫。あとは全部ダメだぞ。おい褒め褒めおじさんが全部ダメって言ってる。運動だけではよかったの。まずビフォー。やば。かわいすぎる。でも多分これも1、2歳です。なんかパンツかぶってんだろこれ頭。いや服かぶってます。服か。これがビフォー。アフターはどういうことだろう。はい。うわまたこれ。またもう。これまた。水死体オーディションの時。何の写真だよこれ。成長しました。もうさ、ヨダのビフォーアフターって別にさっきから出てきてる写真じゃんか。ビフォーアフターが。そうだよ。ヨダこれあんまり日村さんいいって言わないからやっぱいまいちだったんじゃん。だからちょっとアフターいじった方がいいかもこれ。オンエア前に。後で送ってきます。よっしゃ。オンエア楽しみ。オンエア変わってる。やばいよそれ。さあ続いてのテーマいきます。こちら。無。もう表情とか無っていろいろあるのことですかね。無いきましょう。アスカちゃん。アスカちゃんからいただいた無。こちら。うわなんだこれ。ちょっと待ってこれずいぶん前のやつじゃない。制服のマネキンだよ。アスカちゃんあれか。あれなんか違うね。これをなんで無で選ぶわけ？これはまあ無表情だし、ちょっとこう子供がなんか無理してメイクしちゃってコスプレしちゃってる感じが私だけなんか出ちゃってるからだってアスカちゃん何歳ぐらい？15歳ぐらい？まだ中学生ですね。ああちょっとこれは救いようのないぐらいの全然救いようなくも全然可愛いじゃん。全然無じゃないの。やっぱりパワーが出ちゃってんのよ。そうなんだよ。これ無かって言われたら無じゃないね。やっぱこの後駆け上がってくるこの子っていうのがすごく出てんの。こんなのこれ無じゃないよね。これもマジなのよ。全員なんだけどこれは。おお可愛いわ農場とか。若月いて。生田の顔もまあ子供だね。いや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 。あとね真夏も確か CA さんになりたいはずで秋元顔違うな。秋元ちょっと顔いじっちゃってる。全然違うじゃん。どこが違いますか？これもだって若いっしょ。まだ18歳とかですかね。なんか始めたばっかです。なんか秋元もだって出たての時ってなんか茹でたてみたいな顔してたもん。いや茹でたての方がいいじゃない。茹でたてみたいな。茹でる食べ物だったら茹でたての方がいいじゃない。今何なんですか？何でもフォローしてくれ。何でもフォローしてくれるこの2個隣の飲み屋のおじさんが。わかんないです。まあ無っていうかまあもう出ちゃってっけどねオーラは。出まくりよ。これは無理なのよ。いや出てます出てます。いやそっちが決めることじゃないから出てますから。感じてるからこっちが言ってるのが正解だからね。さあ続いての無いきましょう。こちら。
めちゃくちゃ綺麗だな。無じゃないよこれ。多分私自撮りしてて、もう笑うのに疲れた時に一瞬まあまあ真顔ではあるけどオンオフの多分その切り替わった瞬間。オフなの？綺麗ですねこれ。めちゃめちゃ綺麗。おじさんじゃあどうも。これ宿命よ、美人に生まれた。無がないのよ、申し訳ない。一生よ。いや、申し訳ないけど、最後棺桶入った時もおじさん申し訳ないけど。おじさん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 。そういうもんなんだよ。さあ続いて梅からいただいた梅の無。この後無の境地でスタジオ騒然。さあ続いて梅からいただいた梅の無ドン。これ大好きな写真で、これ佐藤楓なんですけど、佐藤楓。去年の前ツでケータリングをもらってすぐに楽屋でひっくり返してこぼしちゃって、そういうことか。ひっくり返っちゃってもうあーって無になったわけだ。その後に並び直してる写真なんですけど、そうです。で多分そのひっくり返しちゃってみんなでこうわーって片付けたショックと、あと服を汚しちゃって衣装さんに洗濯させてしまってる申し訳なさでなんかちょっとかわいそうな。そういう話込みの写真だと面白いわ。逆光っぽいのもいいわ。なんかピンが後ろの赤い棒にあってもいい。佐藤楓に合ってないのがいいよね。本当素晴らしいこれ。なんとも言えない。なんとも言えないね。いいね。無他もいきますね。カキからもらった無。これもなんかやってんな。何これ壁に向かって。そう。これ私と柴田優奈ちゃんなんですけど、2人でゴルフに挑戦するなるほど。機会があって練習方法を教えていただいたら、壁に頭つけてこんな練習なんだ。なんか上半身をただひたすら動かすだけの。確かにこうやって見るとなんか2人病んでんなって感じする。確かにね。壁に頭つけて。ちょっと今壁にやってみて。ちょっとやれる？こうやってそれでどう振んの？こうやって振ってます。やっぱ練習したから上手くなってんだ。これアプローチ練習にいいかもしれない。だからアプローチか。そうです。ちょうどいいわ。柴田もちゃんと練習したんだろ？ちょっとやって。柴田もやっとこうでちゃんと。うん。いきます。あ、理にかなってんだこれ。でカラスもやって。カラスがやってああいいね。いいじゃん。いいね。カラスもすごい綺麗に踊ってるんだよ。違うね、なんかね。ああ。でも柴田のよりカキの方がいいアプローチそうだね。カキはいいね。でもすごいやっぱ効きます。ウエスト多分細くなりますこれやったら。日村さん相当やってんだけど。この練習やってなかったな、だから痩せないんだ。いやいや。これやってなかったな。やってる。なるほ素ど。晴らしい。じゃあ続いての無いきますね。続いて秋元。はい無こちら。ほー。どういう写真これ。これは神宮でライブやった時に、私が朝ごはん食べてたら、後ろに桃子と蓮華が来て、急に髪の毛いじり出して、ずっと遊んでたんですけど、蓮華がこんな無表情で私の顔に遊んでると思ってなくて、なるほど。後ろでもっと楽しそうにやってくれてんだろうなと思ったら。いじるぐらいだから楽しいんだろうなと思って。いやいや仕事でやってますみたいな。めちゃくちゃ無だね。本当だ。これ何？ちょっと秋元の髪の毛をなんか遊んじゃおうかみたいな。なんでツインテールとかしてたの？ね、なんかライブ本番までにほどきずれ細かい三つ編みをいっぱい作っちゃおうかって。そういうのじゃなくて。遊んでましたね。いいね。なんか山本と大園って仲良かったもんな。収録終わりもずっと2人でさエレベーターの方に行くからさ。あ、そうなんだ。エレベーター乗ってたらいやあっちから階段で行ってます。人がいっぱいいるからいない方の階段使って。偉いね。そうで堀もそっちから言ってたけど堀は乗ります。さあ続いてのもいきましょう。続きの写真。あやねちゃん。はいどうぞ。これこの前だ。ヒット祈願をした時のこれはだって無になるよな。やっても終わんないんだもんね。そうだよね。私は結構考え事しながらやってたんですけれど、他の人はもしかしたら無なのかもなと。何を考えてたわけ？住みやすい街はどこかなとか、どうすれば救われるのかなとか。なんか結構でかいテーマで考えてたんだな。ね
ねこれ他のメンバーもずっとやってたけどさ樋口もやって樋口は無というよりももうイライラだったでしょ倒れてばっかだったからそうですね一番なんか難しいところなのにスタッフさんがちょっとなんかそれの怒りだよねはいあと誰だ高橋はもう無というよりもやばかったよなこれ遠藤ははい、スタッフさんがすごいこれ上がれなかったらどうするみたいなプレッシャーをかけられるそうすごいかけて倒れなかったらどうしようっていう気持ちでやってました追い込むな変な追い込み変な追い込みだ変な追いね込みあとは助っ人が来たのかそうかかきちゃんもかき丼あそうだカキのやつ作ってたわいやちょっとあれ私の名前出ないなと思ってでないごめんカキがな一番頑張ってなかわいいその顔も無なんですけど我々もあるんですよええすいません大好きな日村さん川でね遊んで濡れちゃってねなんでこれ撮ったんだよマジそれで楽しい写真を撮ろうってことですね無ですねこの写真の角度違いありますんではいなんだよこれ本当に無ですいやーひどいね最後もう一個無があるんですけど無があるこれちょっとねこの写真一瞬見たら無っていうテーマなのと思うけどよくよく見て奥底までずっと見ると無なんですよ何それお願いしますおいこちらこれあれなんか変な顔と思うけどテープ貼られてるだけでこの人無なんですよこれ変な顔で出て外国人の女の子を笑わす企画やってて全然ウケなかったの無ですよそれでは第1回お題スマホ写真展日村が選ぶ最優秀賞はお題は無の梅の飯こぼしちゃって今撮ってるやつこれあれがやっぱ素晴らしいと思ったこれ最初写真だけだと分かんないけど話聞いたらめちゃめちゃ面白いねそうこういう無もあるんだと思って梅にはねこの写真を額に入れて差し上げたいと思います最高これさあ来たのもう最後ということでねはい、お世話になりました。いやいやこちらこそもう寂しくなりますけども初めてニキと会ったこういう感じじゃないけどさちょっとなんかリハーサル室みたいな。最初の回ニキと俺らだけでやったの覚えてるよその時にタヌキが嫌いだっつって本当に懐かしいです。なんか本当寂しくなりますけどね来たのはこう明るいからねニッコニコ笑ってね目がでかくてそう本当そういやでもなんかすごいもういろいろな経験をさせてもらったし、お二人ともすごく素敵な思い出をいっぱいいただいて、何よりやっぱりこの私選抜発表がすごく印象的で。選抜アンダーと繰り返していたのでポジション的にもなんか毎回すごくドキドキしてたんですけど選ばれなかった時とかでもお二人がアンダーメンバーも含めてみんなで乃木坂だからってこう言ってくださる言葉が本当に嬉しくてこう失いそうになってしまう気持ちとか自信とかを守っていけたのはお二人のおかげだったので本当に。まあまあいろいろ苦しんだりねいろんなことがあったメンバーですから来たのはでもそこからこれ乗り越えたことは今後にもすごいそれは力になるしすげえなと思ってたよ。ありがとうございます。なんか本当にいつも温かく迎え入れてくださってたので。いや寂しいね。この卒業後ははいまだちゃんとは決まってないんですけど、でも芸能活動は続けていきたい。そうなんだ。はい。じゃあまたどこかで会うかもしれないね。頑張ります。ああね頑張ってよ。はい。ねじゃあこの番組を見てくれたファンの方に挨拶お願いします。はい。いつも見てくださり本当にありがとうございます。変わり続ける乃木坂46ですが一瞬たりとも見逃さないでこれからも支えてもらえたら嬉しいなと思います。支えてくださる皆さんにもバナナマンさんのお二人にもメンバーの皆さんもスタッフの皆さんも笑顔と幸せがあふれますように私も一生懸命これからも頑張っていきますので今後とも乃木坂工事長よろしくお願いします。ありがとうございました。ああ素晴らしい。はい。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。すごい。サイリウムカラーでありがとうございます。お疲れ様でしたどうも。ご家族にもよろしくお伝えください。こちらこそ本当にお世話になりました。家族ともこちらこそに。だよ本当に。ナインスイヤーバースデーライブのブルーレイ&DVD が6月8日に発売決定。
天水屋バースデーライブの配信チケットが販売中。北野日向子です。はい、今からくじ引きます。じゃんじゃんこれにします。じゃんじゃん、セクシーと出ました。チャンネル登録してね